はじめまして。私は神戸で地球耕す株式会社という会社の代表をしております。ほうきと申します。地球耕すという会社は、主にお庭などの外交工事をしている会社です。お庭作りを通じて地球の環境を整えていくというテーマに日々活動しています。前回の講座で土地の測量について学習しました。今回の講座では測量した数値を図面に落とし込んでいきます。お庭の完成イメージを具体的に想像しながら、ワクワクした気分で植栽計画を作成できたらいいですね。地を耕す。今回の講座は植栽計画のための前準備で、一見すると地味な作業に見えますが、ガーデナーにとっては基礎能力が試される重要な仕事です。その土地の図面があるだけで自分自身の作業効率が上がるだけではなく、クライアント様への説明がしやすくなったり、発注先や仕入れ先、一緒に作業する人に対しても情報の共有ができるので、とても便利です。図面は例えるならガーデニングという膨大な世界へ飛び込むための入場券のようなものです。正確でわかりやすい作図の基礎を身につけて、あなたの素敵なガーデニングライフを始めましょう。それでは早速この庭の情報を図面に落とし込んでいきましょう。今日のお庭は素敵なウッドデッキがあるので、この場所で実際の場所を見ながら作図をしていきます。普段は私たちは製図台を利用して作図をしているのですが、一般の方で製図台が家庭にあるという方はいないと思うので、視聴者の皆さんは A4 の紙とバインダー、シャーペン、消しゴム、100分の1の定規があればご用意ください。他にも三角定規、三角スケール、丸定規、もしお持ちであれば作業がより快適になります。では早速作図をしていきましょう。まず基準となる線を描きます。それは道路と敷地の境界線です。次に直角が出ている角を引いていきます。直角の線を引く際はマスがある定規、もしくは三角定規があると便利です。まっすぐに引いた線は境界線で、境界線上にフェンスが立っているので、フェンスの位置を図面に落とし込みます。今回は100分の1のサイズで作図しているので、1メートルを1センチメートルで計算しています。例えば、この竹柵フェンスの支柱と支柱の間は151センチメートルだったので、今回の図面では151ミリメートルで表記します。汚水マスは竹柵フェンスの支柱の左側から87センチメートルの場所に位置して、直径が40センチなので、それも100分の1サイズに縮尺して表記します。この敷地の境界線沿いには300角の平板が配置されていますので、それも図面に吹き込んでいきます。今日は分かりやすいように皆様が日常で使う定規で作図しているのですが、普段は三角スケールという定規を使っています。断面が三角形で、1本の定規に複数の縮尺メモリが印字されているので、使い慣れるとこの定規が便利です。この敷地は四隅が直角の正方形になっているわけではなくて、東側は斜めの線を描いた台形の敷地になっています。直角ではなくて斜めの線を引くときは、私はコンパスを使います。前回に敷地を測量した際に、私は A を起点に B と C の直線の距離を測りました。A から B の距離は5メートル57センチメートル、
A から C の距離は5メートル30センチメートルだったので、それを100分の1のサイズに縮尺して、コンパスで幅を取ります。まず B に針を置いて半円を描いて、次に C にも針を置いて半円を描いていきます。それぞれの円の交差する点が起点 A ということになります。起点 A に向かって線を引けば、正確な斜めの線を引くことが可能です。方位の書き方ですが、図面にコンパスを乗せて、北を矢印の基準にして図面に書き込んでいきます。これでざっくりした図面の概要を書き出しました。次から高さを出していきましょう。まずは水平の線を描き、先ほど描いた平面図のフェンスの位置を垂直に立面図に移していきます。フェンスの高さに水平線を引いていきます。まずは下パから。フェンスの高さが153センチなので、100分の1のスケールにすると定規の153ミリになります。フェンスの下場から153ミリのところにマークをし、それに合わせて水平線を引いて、フェンスの上のラインが完成します。これで立面図が完成しました。枯れた芝生全体の8平米を花壇にする予定でしたが、予定が変更し、左端の奥行き60センチ、1平米を花壇にすることになったので、図面に書き出していきます。この100分の1の図面は完成したのですが、この図面では小さすぎるので、次は10分の1で図面を描いていきます。10分の1は1メートルが10センチになります。まずは花壇の外側のラインを基準にします。花壇の横幅は 1.5 メートル。10分の1にすると15センチなので、15センチの線を引いていきます。購入点の枕木の厚みは9センチだったので、基準線の下に9ミリのラインを引きましょう。次は奥行きを描いていきます。奥行きは60センチなので、基準線から6センチの線を垂直に引いていきます。ここも厚みが9センチの枕木を配置する予定なので、9ミリの線を水平に描いていきます。今回の花壇は枕木とレンガの2種類の素材を使う予定なので、枕木と枕木の間にレンガの R を描いていきます。枕木の端と端を点線でまずは描き、その上からフリーハンドで線を描きます。レンガの奥行きは平均的に10センチメートルくらいなので、基準線の横に1センチメートルの幅で線を描きます。レンガの横幅は平均的に20センチメートルくらいなので、2センチメートルで線を引いていきます。こうして図面に落としてみると、枕木と枕木を
半円でつなぐにはレンガが5個必要なことがわかります。これも図面を描くとわかることの一つです。次は立面図を作っていきます。基準線を引くのですが、花壇の上場のラインにしましょう。次に花壇の高さは25センチなので 2.5 センチの線を基準線から直角に描きましょう。このラインが地面のラインになります。平面図を参考に枕木とレンガの境目を描きます。枕木は2本使う予定なので、この箇所にもラインを入れていきます。レンガは4段使う予定なので、この箇所には水平線を3本引いていきます。レンガの花壇は R なので、平面図を参考に立面図にレンガの縦のラインを入れていきました。これで花壇の図面が完成しました。地を耕す。私たちが今回造園を依頼されているのはこの箇所です。この庭の情報を図面に落とし込むことで、より植栽計画への具体的な数値を把握するのはもちろんで、それに加えて創作イメージが膨らんできます。図面を眺めながら、ここからどうやって美しい庭に変えていこうかと想像するだけで楽しくなりませんか？法規的ポイント。ここで視聴者の皆様に法規的ポイントを紹介させてください。法規的ポイントとは、私たち地球耕すが実際の施工や植栽、ガーデニングで地球環境を整えるために心がけている信条の一つです。今回の講座を通じて視聴者の皆様にもお伝えしたい法規的ポイントは、図面に起こすことでお庭の完成イメージが見えてくる楽しさを知るです。今回の講座は図面の作成方法に大きくフォーカスを当てましたが、私たちが視聴者の皆様にお伝えしたいのは、お庭が完成した姿を想像する楽しさです。私も図面を描いているときは技術的なことに集中しすぎないようにしていて、自分たちが任されたお庭や土地が、植物たちが植えられていることで美しくなっていく様子を想像してワクワクしながら作業しています。もちろん植栽という実際労働も楽しいのですが、この計画、作図の時間も皆さんには楽しんでほしい。作図や植栽計画はガーデナーとしての力量が試される場面でもあるので、技術的なことも大事なのですが、まずはガーデニングを楽しむということを忘れないでください。この動画チャンネルでは、お庭作りを通じて地球の環境を整えていくというテーマで様々なコンテンツを企画しています。今回の動画コンテンツに興味をお持ちになった視聴者の皆様は、ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してもらえると大変励みになります。また、この動画チャンネルでは皆様からのガーデニングや植物に関するお悩みや今回の動画の感想などをコメントから募集しております。皆様からいただいた質問はガーデニング講座のカリキュラムに組み込んでお答えさせていただきますので、コメントからご質問ください。私たちは皆さんと一緒に地を耕したいです。